大クラッシュが起きたんですね。もう競技生活がこれから送れないんじゃないかっていうような。車椅子マラソンの土田和歌子です。レーサーと言われる乗り物に乗って走るんですけれども、私は車椅子マラソンということで 42.195 キロを走ります。1992年の3月に、交通事故によって脊髄を損傷して、このように車椅子の生活になりました。で、私が寝たきりのベッドに寝てる時にカラフルな車椅子に乗った患者さんたちが廊下を勢いよく駆け抜けていくんですよ。で、車椅子ってこんなにアクティブに動くことができるんだっていうことを知って、もうそこからはもう早く元の生活を取り戻したいっていうことで気持ちをシフトしたことがやっぱり障害を受け入れられるきっかけだったかなと思います。ウォーミングアップをする際に着用するものって大体ファスナーついてるんですよね。で、その中で気軽に着脱できるものっていうのを求めるので、ちょっと下げてパッと引いたら脱げるっていうね、使いやすいですね。着る時もちょっとマグネットタイプの下のところはしっかり差し込まなくてもはめられるっていうのは魅力ですよね。これは競技用のグローブです。これで車輪を漕ぎます。手のサイズに合わせて 3D プリンターで起こしてもらったものなんですけれども、自分が使ってるものってやっぱ全てがオリジナルなんですよ。で、他の選手もそうだと思うんですけれども、自分に合った何かっていうことの、総合的なものがやっぱりその競技パフォーマンスにつながっていくと思うので、その乗り物であったりとかグローブであったりとか、それが全て重なって最高のパフォーマンスにつながっていくっていうところは非常にリンクするなと思います。そうですね、競技をやってて辛いな苦しいなと思ったのはやっぱり怪我した時、5000m という競技の中で大クラッシュが起きたんですね。で、そこで大怪我を負って、もう競技生活がこれから送れないんじゃないかっていうような状況にも陥ったんですよね。でもやっぱり一からでもいいからもう一度その世界の舞台に挑戦したいっていう思いが募って気持ちを切り替えられたかなというのはありますね。自分自身すごい競技愛があるからこそ、ここまでやってるなっていうこともあるんですけれども、すごく、乗り物に対してもそうですし、あとはフィジカル面での、探求心といいますか、自分自身を突き詰めていくようなところっていうのが今面白みの一つになってるなと思います。逆境に耐えて咲く花こそ美しいっていう言葉があるんですけど、困難っていうものも逆境ですよね。もうものともせずそれを力に変えて大輪を咲かすっていうところで、自分自身もすごくリンクすることっていうのがたくさんあって、これまですっごく励まされてきたし、やっぱりそのように自分も花を咲かせたいって思うところがやっぱり座右の銘として一つ残しているところです。アスリートって人に夢を与える仕事なんだなっていうのをもうつくづく感じますし、自分自身スポーツの力で人を元気にすることができるんだなっていうのに気づかされた一面っていうのがたくさんあるので、その競技を追い求めて、で極めていくことっていうことで多くの人が感動してくれたりっていうことにつながっていくと思うので、そこを怠らずに、最後の最後まで走り抜きたいなっていうのは思っています。